僕は今でもはっきり覚えている。バイト先の友人宅に足を踏み入れた時の情景を。なんで今頃ファミコンなんかやってるの？やっぱファミコンでしょ。最近のゲームなんか難しくね？僕がファミコンを再評価した人を初めて見た瞬間だった。1994年といえばファミコンソフトが供給された最後の年である。つまりゲーム機として現役でありながら再ブームを起こしていたということだ。振り返れば中古ショップでもファミコンソフトは常に一定の存在感を放っていたし、動画サイトでもファミコンネタが尽きることはない。もしかするとファミコンはリバイバル短周期の永久現役ハードなのかもしれない。最初はスーパーマリオブラザーズ。いきなりポール越えの裏技をご覧いただいたが、その方法を紹介したい。1の1の途中でわざとミスをしてご覧の状態にする。実は画面上部に下を歩くノコノコの当たり判定があるので、背中に乗り着地する。映像では分かりやすいよう当たり判定のイメージを重ねてみた。B ダッシュのタイミングはノコノコの鼻先が矢印を通過したあたり、乗るイメージでジャンプすると良い。すると復活したノコノコが歩き始めるので並走する。そしてご覧のタイミングでジャンプする。お次はちびマリオのままファイアマリオになる方法。ご覧のタイミングで橋を切る。するとダメージを食らったままステージクリアとなるのだが、次のステージに行くと変身が逆になる。そのままファイアフラワーを取ると小さいままファイアマリオになるのだ。こちらは有名な裏技、無限ワンナップ。ステージ3の3でもポール越えが可能。今でも十分楽しめる驚きのソフトである。麻雀や将棋の歴史は1000年以上前と言われ、囲碁は4000年以上とも言われている。現代は娯楽の種類が増えたとはいえ、これほど歴史のある棋道が娯楽として劣るとは思えない。そして何を隠そう任天堂はこれら棋道製品の老舗でもあるのだ。そこで一番おすすめしたいソフトはこちらの五目並べである。黒の時は禁じ手もあるが、石を5個並べれば勝ちという分かりやすいルールなので、初心者でもとっつきやすいはずだ。京都連珠会曰く、よく考えて3を打て、よく考えて3を止めろ、何も考えず4は止めろらしい。ちなみに6個並べるのは禁じ手で、石を置いた時点で負けとなる。ファミコン通信の発売ゲームクロスレビューで無名の作品がいきなり満場一致の高評価を叩き出した。それがこのメタファイトである。今作の主役メタルアタッカーを操作した瞬間に名作と確信できる挙動であった。またセレクトボタンを押すとパイロットが単独で行動でき攻撃までできる。トップビューで表現されたパイロット単独マップのフィールドも世界観に厚みを持たせている。ステージボスを倒すたびにメタルアタッカーのパワーアップアイテムが回収できるのだが、そのどれもが強化を実感できるのが素晴らしい。
ファミコンの魅力は電源を入れて数秒後に遊べることにある。ゴルフゲームの原点にして最高峰と言われるゴルフ。実はソフトの売上本数がドラゴンクエスト2以上で、スーパーマリオ2に次ぐ6位という化け物のようなソフトだ。なお、サイバーガジェットが販売するレトロフリークでプレイすれば、HDMI 出力の高画質でレトロゲームを楽しむことができる。また、途中セーブ機能があるので無理ゲーと言われたタイトルでも効率よく攻略ができるのでおすすめである。ただしレトロフリークにインストールしたカセットを売却してしまうと著作権法違反になるので注意が必要だ。お次はみんな大好きマイク・タイソンのゲーム。20世紀最強と言われたヘビー級ボクサーであり、その後のカルトアスリートっぷりも含め伝説すぎる人物である。もはやマイク・タイソンを冠するファミコンソフトというだけでプレイする価値がある。もちろんゲーム自体も最高に面白い。我々人間にとって最強のスキルとは集中力である。ハイパースポーツのクレー射撃はそんな集中力を手軽に養える貴重なゲームだ。お年寄りの方、お子さんに特におすすめしたい。ブックオフに行けばたったの480円で買える。お子さんであればイヤイヤ塾に通うよりはるかに有益だ。集中力さえあれば塾の友達なんて自分の好きなタイミングであっという間に追い抜くことができるぞ。あ、忘れてた。今作をプレイするためにはハイパーショットが必要だったんだ。今日の塾は休んでハイパーショットを買いに行ってお母さんを安心させよう。名作の移植もまた名作である。50万本近く販売されたファミコン版パックマン。アーケード版同様、今プレイしても十分面白い。ただ毎ステージ同じ動きをすることが困難でパターンが使えない。もちろんその方が遊びの幅はぐっと広がる。そうした意図もあってかアドリブプレイがしやすくなっている気がする。ファミコン無茶移植の草分けファンタジーゾーン。マーク3版より1年後の発売だったこと、ファミコンがマーク3よりハードスペックが劣っていたことからほとんど注目されぬまま発売される。しかし蓋を開けてみればアーケード版の再現度はマーク3版をはるかに超えるものだった。映像は発売順にアーケード版、マーク3版、ファミコン版で並べている。ご覧のようにファミコン版はアーケード版同様、スコア、ウェポンの表示パネルを画面に共存させている。ステージ4のボスの触手はマーク3版では敬遠されデザインが変更されるが、ファミコン版はオリジナルのまま再現を試みている。こうした異色スタッフの職人芸が見れることもファミコンの大きな魅力であり、最新ゲームでは味わえない楽しみがある。ステージ6のボスでもマーク3版はデザイン変更されるが、ここでもファミコン版は足の数を減らして見事に再現している。ステージ7のボスは分割後のオブジェクト数が多くスムーズな動きが困難なのだが、ファミコン版ではその動きを実現している。このシーンはもはや無茶移植の極みと言えよう。
次はファミリーサーキット。ゼビウス・ドルアーガの塔を生んだゲームの神様遠藤正信氏が手掛けた作品だ。昨年岡本良樹ゲームチャンネルさんで元カプコンの三上真司氏とのレジェンド対談があった。三上氏とはバイオハザードを生んだゲームクリエイターの方である。その中で岡本氏が人生の中で一番好きなゲームはと尋ねたところ、三上氏が挙げたのが今作ファミリーサーキットであった。三上氏は 2D の時代にアウトインアウトをしないと速く走れない 3D の計算がしっかりできていたと語る。またボタンを離すとエンジンブレーキが効くこと、十字キーとボタン一つで操作できること、他者との当たり判定を全て排除するなどのシンプルなゲームデザインも画期的だったと語っている。加えてコースの縁石ブロックに接触すると一発アウトというリアルさが緊張感を生み、やればやるほどのめり込む作品となっている。またピットのドットアートも本格的な動きがつけられている。次に紹介するのはファミスタ。今作は89年より正式名がファミリースタジアムからファミスタに変わる。90年からは音楽もオリジナル曲となる。そして93年より待望だった日本野球機構のライセンス許可が下りる。つまり全9作品中ラスト2本は実名選手でプレイできるのだ。93年と94年のファミスタは貴重である。ただ94年版は製造数が少ないため1万円以上のプレミアがついている。よって選手データを気にしないのであればおすすめはファミスタ93一択となる。やはり実在チーム実名選手でプレーするファミスタは迫力が違う。もう一つ紹介したいのはデータイーストのホームランナイター。ファミコンの野球ゲームは軒並みクオリティが高い。今作は守備の挙動に難があるものの監督などのキャラクターが魅力的でおすすめである。バッターも選手の特徴に合わせ4種類使い分けられている。100万本以上も売れた高橋名人の冒険島。今作はセガのアーケードゲームワンダーボーイが元になっている。当時人気だった高橋名人にキャラクターを変更したのは大正解だった。加えて忠実に移植されたこと、追加された隠し要素が人気に拍車をかけた。スーパーマリオ同様ジャンプしながらリズミカルに進行する楽しさがある。ずっとダメージを食らわないまま隠し卵を出現させるとジュエルが現れる。そのままさらにジュエルを出現させ続けるととしゆきくんが現れワンナップする。おむつ姿で卵から出てくるので高橋名人とティナの子供のようにも見える。この1本だけおすすめゲームではない特別枠です。私がマコーレ・カルキン氏のファンですので紹介させてください。街中のホテルに警告を発しています。盗んだクレジットカードを使っている子供がいまして、彼の名前はケビン・マカリスター。青い目。分かってるよ。いいか、そんなことはどうでもいい。昔の仲間に電話しているんだ。マーヴィンと俺は走り回っている生意気なガキを捕まえるのに助けが必要なんだよ。こちら人気クリスマス映画ホームアローン2のゲーム作品。ファミコンではケムコがホームアローン1を発売していると訂正前の動画では妄言を吐いてしまったが、どちらも日本未発売である。ゲーム内容は肝心の主役であるマコーレのグラフィックが中盤まで登場しないため、映画を見ていないとどんなキャラクターなのか全くわからない。中盤でやっと登場するグラフィックもマコーレがゾンビのようである。私のようなマコーレが見たいというファンには不満が残る作品なのである。ゲーム内容はスーパーマリオブラザーズを意識しており、縦と横に広がりを持たせたフィールドが用意されている。
しかし無理やり映画のストーリーを踏襲してしまったせいか、ステージごとの目的が見えづらく難解になっている。最強の攻撃技回転ジャンプも泥棒2人組に対して使用すると 100% フリーズするという痛恨のバグが放置されている。ここでお気づきかと思うが、今作はゲーム制作者からも見放されている作品であり、マコーレ・カルキン扮するケビン同様、一人ぼっちの孤独なゲームなのである。そうだ、おじさんのところに来い。このガキ、宇宙一運が悪い9ヶ月間だったぜ。でもそれは間違いだった。なあ、相棒よ。俺たちはもっとうまくやれる。家を襲うんじゃない。おもちゃ屋を襲うんだ。今夜10時、俺たちは金持ちになる。マーブ、黙ってろよ。何が違うんだ。奴は誰とも話さねえよ。魚か葬儀屋以外はな。またあんたたちね。なんだって。キモいんだよ。おい、戻ってこい、小僧。しかし誰からも見放され、攻略すら断念されてしまったゲームこそプレイしたくなるという私のような変態も少なくないはずだ。ではここで放置された痛恨のバグをご覧いただこう。レトロフリークでプレイしていれば途中セーブがあるので被害はないが、当時 NES でプレイしていた方であれば殺意を覚えるようなバグであろう。なぜならここまでたどり着くのに途方もない労力を要するからだ。実際にカートリッジを破壊した方も多いのではないだろうか。こうした事例でもわかるように、同じゲームでもプレイ環境の変化によりゲームとの接し方は大きく変化する。かつて憎しみを抱いたゲーム作品も現在では面白いネタとして扱える。そう考えるとレトロゲームの過去の評価は一度リセットした方が良いのではないだろうか。過去にクソゲーと評されたゲームも現在では面白いのだ。ケビン、とても心配したのよ。大丈夫だよママ、元気だよ。元気だと言ってくれるのは嬉しいけど、でもクリスマスを家族と過ごすことに何か不満でもあるの？いや、ここが一番いいさ。あのガキ、次にまたあのガキに会ったら。でも少なくとも七面鳥のディナーは食いてえな。おい、この七面鳥、黙ってやがれ。最後に紹介するのは天才ビートたけしこと北野武氏が監修したたけしの挑戦状である。雑誌ファミコン通信のクソゲーランキングでも1位を獲得するなどクソゲーの代名詞として知られている。ではまずキングオブクソゲーと呼ばれる作品のエンディングまでの最短ルートのシナリオをご覧いただきたい。スタートは勤めている会社から始まる。そして会社でお金を拾う。そのお金でハングライダーの免許を取得する。カラオケパブで酔って歌を3曲歌う。見知らぬじいさんに宝の地図をもらう。そのまま酔いつぶれて自宅に帰り妻と離婚する。会社に辞表を出し退職金をもらう。旅行会社で南太平洋行きの航空チケットを買う。南の島で銃を購入する。ハングライダーで銃を撃ちながらさらなる奥地の島に向かう。島の祠で宝のありかのヒントをもらう。洞窟で財宝を見つけて終わり。1987年当時の日本にはクソゲーという言葉もなければクソゲーという概念すらなかった。なぜならゲームとは面白いが当たり前だったからだ。それは現在も変わらない。今作があまりにも異質ですごいのはひどいゲームを狙って作ったことにある。そしてエンディングから4分放置して出てくるメッセージがこれである。これほどの暴挙が許され80万本というセールスを記録できるのは毒舌エンターテイナー北野武氏を置いて他にはいない。ひどいかすごいかは好みの分かれるところだが、ファミコンを知る上で重要な作品であり唯一無二の独創を極めたゲーム作品である。